今日は罪とは何ですか？罪とは何ですかという質問にお答えいたします。これは質問としては直球ですね。ズバッときますね。日本人には罪っていう言葉は非常に抵抗感があります。教会に行くとあなたは罪人だと言われるのが嫌で行きたくないという方がたくさんいらっしゃいます。さあ、聖書は罪についてどういうふうに教えているか、いつものように3つ申し上げますね。1番目、罪の定義ですが、1番目、罪とは的外れのことです。罪とは的外れのことです。的が外れている。じゃあ的というのは何なのか。それは私たちを作ってくださったお方がいる創造主という方がおられて、宇宙を作り、地球を作り、そして私たちを作ってくださった。その創造主のことを忘れている状態、創造主から離れている状態、創造主に背を向けている状態が罪です。これを的外れと私たちは呼ぶわけです。しかし2番目に、罪とは神の方に背くことです。神の律法に背くことが罪です。例えば旧約聖書の出エジプト記に十戒という命令が出てきますけれども、これを読んで嬉しくなる人はほとんどいないと思います。これを読むと何が起こるかと、辛くなるんです。切なくなるんです。なぜかというと、私はこれとは遠い生活をしているなと思わざるを得ないからです。あるいは新約聖書の福音書でイエス・キリストが語られた三条の水訓を読むと、これまた辛くなります。三条の水訓読んで、よかった私全部やってるという人はいないと思います。日本の文学者の中でも熱心に真剣に三条の水訓を読んで絶望して自殺した人もいるわけです。ですから私たちは十戒とか三条の水訓を読むと喜べない。むしろ自分自身の姿が見えてきてがっかりするわけですね。なぜかというと、罪とは神の律法に背くことであって、まさに私がそのような人間だということを感じるからですね。でもそう感じることは悪いことじゃない。というのは、それがスタートで道を求める、救いの道を求めるということが起こってくるわけで、イエス・キリストの十字架っていうのは、実はそういう罪人の身代わりとしてキリストが死んでくださって、新しい原則で生きることができるというニュース、グッドニュースなわけですね。それはまた別のテーマですから、いつか取り上げたいと思います。罪の3番目の定義。罪とは内面の状態のことであり、同時に外面の行為でもあります。内面が間違っているから外面の行為も間違ってくるというのが聖書の主張です。例えば私たちは嘘をつく人のことを嘘つきって言います。物を取る人のことを盗人って言います。しかし聖書の原理はそうではない。私たちは嘘つきの性格を持ってるから嘘をつくんです。私たちは盗むという性格を持ってるから人のものを盗むんです。盗んだから盗人になったり、嘘をついたから嘘つきになるんではないんです。まず内面の問題ですね。そこから外面の行為が出てくるんだ。これが聖書が教える罪という概念ですね。先ほど申し上げたように、この罪の問題の解決は、なおも頑張って自分の行為を麗しくして善行を積み上げていよいよ救いに至るというようなものではない。それは極めて非現実的です。もしそれが本当ならば、年を取った人ほど麗しい人格で素晴らしい人になっていくはずだけれども、でも自分自身を考えてもどうもそうも思えない。で、聖書が提供する罪の解決は、さっき申し上げたようにキリストの十字架による許ししかないんですね。罪についてはまたいつか別の時にお答えしたいと思います。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。